どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年41号ワンピース最新話1059話コビー大佐の一件を考察していきます。この1059話は神回、いや悪魔回です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック化の人は多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。1059話のスタートは赤髪海賊団の船に乗って白ひげの故郷スフィンクスへ向かっている不死鳥マルコ。シャンクスはマルコを仲間に誘いますが、マルコは大海賊の子守はもうコリゴリだと言います。これが1059話の話数の語呂合わせ一つ目、一人困窮。一人困窮でしょう。困窮とは頼み込むことです。ちなみに434話でもシャンクスはマルコを誘っていました。また1059話はいつものように59話と159話につながるでしょう。159話ではエースがルフィを白ひげ海賊団に誘っていますが断られています。場面は遡ってワノ国の祭りの夜。こちらではルフィがヤマトを海賊に誘っています。しかしヤマトは海へ出る夢は諦めてワノ国に残るといい、その理由をルフィに話していますが、ルフィは納得いかない顔。サンジは泣きわめいています。これが1059話の話数の語呂合わせ2つ目、人は号泣。人は号泣でしょう。こちらの語呂合わせは3週間前に予測して合致できました。マルコは子守が嫌だからクルーにならない。逆にヤマトは子守をするからクルーにならない。表裏一体。さらにこの1059話では子守の逆、神を守る子供が登場します。そんなヤマトがワノ国に残った理由は1057話でこのように考えました。こちらです。つまりワノ国はいつ政府に支配されてもおかしくない。だからヤマトは残留を決意したと。しかしそれを言葉に出したら桃之助の男気が台無しです。だからヤマトは海に出ない理由を国内を旅するためだと言った。それがヤマトの優しさということでしょうか。というわけで、ヤマトがワノ国を冒険したいというのはやはり優しい嘘でした。これが1059話の話数の語呂合わせ3つ目。ゼロを前につけて、おでん来ない。おでん来ないでしょう。そんな自称おでんのヤマトは、仲間ではいたいんだ。仲間って呼んでよ。と言います。この時のヤマトはコミカルですが、このセリフはビビの名シーン。いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますかとかかっているでしょう。そしてルフィはビビの時と同じようにヤマトを海賊に誘い、さらに名前をヤマオからヤマトと呼んでいるので、ヤマトはやはりルフィの仲間でいいでしょう。ただし乗船はしないビビルートでした。そんなヤマトは新たにやりたいことを探すとも言います。これはおそらくヤマトが光月おでんなら、ヤマトは残っている110海賊団の残党たちを率いて119人男を作るのでしょうか。そしてワノ国に眠る古代兵器プルトンにも到達しそうです。そんなルフィたちのもとへマルコが現れ、お別れのシーン。ルフィは頂上戦争で命を救ってくれたマルコに感謝すると、マルコはお前の成長をエースも喜んでるだろうよいと言います。これは159話のエースのセリフ、次に会う時は海賊の高みだにかかっているでしょう。4校となったルフィはまさに海賊の高みです。そして今回ヤマトとマルコのお別れシーンが描かれましたが、キャロットのお別れシーンがありません。怪しいです。こちらの動画で考えましたが、キャロットはペドロの意志を継ぐ、受け継がれる意志を表しているキャラクターです。さらに先住民族キャロットは戦闘民族カカロット、つまり小田先生が好きな悟空を表すキャラクターですし、800年前のジョイボーイの仲間がズニーシャなら、ズニーシャの王と認定されたキャロットが現代のジョイボーイ、ルフィの仲間になってもおかしくありません。さらにキャロットには見張り役というポジションもあり、また白ひげが滝から飛び降りた時、光月おでんがついてきましたが、ここと繋がってルフィが滝から飛び降りた今、キャロットがついてきている可能性はゼロではないでしょう。場面は変わって仁王ヶ島アマゾンリリー。なんと島も町も破壊され、ハンコックは自分が島にいる限りまた海賊はやってくる。こうなったらルフィに嫁ぎたいと言います。これが1059話の話数の語呂合わせ4つ目。ゼロを前につけて乙女心。乙女心でしょう。目は5月のメイ。ここは9つのここです。場面はさらに数週間前のアマゾンリリーへ。海軍コビーと山火事がクジャを襲いますが、何やら手からビームを放つ子供、少女が登場。さらにここで突然、海軍の背後に黒ひげ海賊団も登場。1059話は黒ひげの回でした。これは3週間前、このように考えました。こちらです。
次の次、1059話も考えましょう。1059話の語呂合わせはかなりわかりやすいです。天国や地獄、銃撃や投獄、そして戦国や人は号泣など、かなり血生臭い語呂合わせが成立します。すると、1059話は革命軍か黒ひげサイドの話でしょうか。1059話は革命軍か黒ひげの話だと考えましたが、先週この2択に失敗して1059話は革命軍の話だと予想してしまいました。それにしても黒ひげはどのように風のないカームベルトやレッドラインをやすやすと移動してきたのでしょうか。これはおそらく604話でカリブーが言っていた上級者テクニック、怪獣に船を引かせているのか。そんな黒ひげは海軍をしのけてデボンとバスコショットと共に仁王ヶ島に上陸。どうやら黒ひげが狙っていたのはハンコックの悪魔の実、メロメロの実だったようです。黒ひげは海軍たちをグラグラの実一発で触れずに倒します。この時黒ひげは覇王色の黒い稲妻も出しています。黒ひげのビブルカードには覇王色は書いてありませんが、黒ひげも覇王色を覚醒させた可能性はあるでしょう。一方海軍の英雄コビーはすでに島に上陸してハンコックを説得中ですが、ハンコックは誰にも屈しない。3つの陣営が混沌とする中、黒ひげの背後に現れたのは白い髪と黒い翼、さらに炎を背負った褐色の肌の巨大な子供。趣味が歴史研究である黒ひげはもちろんその姿がルナーリア族と同じものだとわかる。それはまるでキングのようであり、子供時代のミホークのようでもある。そんな巨大な子供には攻撃が効かないと言います。これが1059話の話数の語呂合わせ5つ目、火の呼吸。火の呼吸でしょう。この海軍の巨大な子供はおそらくルナーリア族の血統因子から作られた人間兵器でしょうから、キングと同じように背中の火がついている時は攻撃が効きません。それが火の呼吸です。そんな巨大な子供の胸には PX パシフィスタの文字。これが1059話の話数の語呂合わせ6つ目、人の悟空。人の悟空でしょう。悟空とは神に捧げるお供え物です。これはこちらの動画で考えた1035話の語呂合わせ、瞳悟空と同じ意味であり、1035話のキングはまさに神に捧げるお供え物、実験動物のようでした。そんなルナーリア族のキングのイメージはこちらの動画で神に逆らう悪魔のような元天使、堕天使だと考えました。空島の月の民が天使、ルナーリア族が堕天使。その堕天使、ルナーリア族から作り出されたのが神に仕える人造の黒天使、新型パシフィスタ、セラフィムでしょう。新型パシフィスタについては1年前このように考えました。こちらです。悪魔です。バーソロミュークマを巨大化し、ドラゴンの翼を加え、空を飛ぶほどおぞましい悪魔の姿。悪魔とは不可能なもののことも指すので、それはまさに悪魔の証明。聖地マリージョアで神イム様を守る悪魔を誕生させるかもしれないベガパンクの人格は、僕はシーザー以上のクソ野郎だと考えます。このように新型パシフィスタは悪魔のような存在だと考えましたが、正解は悪魔とは逆、黒い天使セラフィムでした。ちなみにこちらの考察はルナーリア族の詳細が語られる前、1007話あたりに考えたものです。セラフィムとは四天使ともいい燃えるものという意味でもあり、セラフィムは神のために石炭を運んだとも言います。こちらの動画ではルナーリア族の正体はダイヤモンドのように硬くなれる石炭人間だとも考えましたが、関連性はどうなんでしょうか。キングがもしも石炭人間なら発火も爆発も無傷でできる。さらに石炭を高圧縮すればダイヤモンドにもなれる。ダイヤのキング。そしてルナーリアとはイタリア語では月の石、石です。ルナーリア族とは石のような人間、石炭人間の可能性。また悪魔と天使は真逆の存在ですが、実は関連性があります。悪魔の王と言われるルシファーはその昔、堕天する前はセラフィムだったからです。そんな新型パシフィスタは子供の姿の人間兵器、魔改造された巨大な子供ですから、悪魔以上にえげつない存在です。それはパンクハザードで出会った巨大な子供たちと繋がるとなると、やはり1年前考えたようにベガパンクはシーザー以上のサイコパス、クソ野郎の可能性が高まりました。これが1059話の話数の語呂合わせ7つ目、天国。天国でしょう。天使がいる場所は天国です。そして同時に1059話の話数の語呂合わせ8つ目は地獄。地獄でしょう。堕天使がいる場所は地獄です。この地獄の語呂合わせは闇の能力者黒ひげと1059話に登場する冥王レイリーともかかっているでしょう。そして1059話の語呂合わせが地獄なら
タイトルが地獄である523話を見てみましょう。523話はインペルダウン編の序盤、ハンコックが1059話と同じく乙女心を出しており、さらに海軍を石化しています。さらにこの523話には戦国も登場。戦国曰く、あの女は強いぞ。話を戻しましょう。巨大な子供新型パシフィスタは頂上戦争のミホークのように山を真っ二つにします。しかし黒ひげも負けじとブラックホールを発動。街を闇の能力で飲み込みます。一方ハンコックはスレイブアローを放つと、精神が弱い海軍の男たち山火事とヘルメッポを石化。これが1059話の話数の語呂合わせイメージ。国とハンコックでしょう。国とはその昔100万石など日本では量を測る単位として使われ、石は国と読みます。そんな中、高い精神力で石化しなかったコビーは石になった海軍たちが割れてしまうので、新型パシフィスタに攻撃停止命令を出します。さらにハンコックはここで岩をも砕く強力なパフュームフェルムを発動しようとすると、これは黒ひげに止められてしまいます。そして周りには海軍に加えて黒ひげ海賊団たちも石化しています。首根っこを掴んだ黒ひげはハンコックの首を押さえて闇闇の実の能力でハンコックの能力を封印。ここでハンコックの懸賞金額が16億5900万ベリーと判明。懸賞金の語呂合わせは石、国のイメージでしょう。さらにあえて16億も加えて語呂合わせするなら色国、色国、色と国。日本語で色とは華やかさや美しさを表します。ハンコックの懸賞金は元8000万ベリーですから15億7900万アップ。さらに黒ひげの懸賞金額も39億9600万ベリーと判明。懸賞金の語呂合わせは黒のイメージでしょう。さらにあえて39億も加えて語呂合わせするならさっき黒、さっき黒、もしくはさっき黒。黒とは爪であり、黒ひげは鍵爪を装備してかつてシャンクスの顔に傷を残しています。黒と黒です。黒ひげの懸賞金は元22億4760万ベリーですから17億4840万アップ。さすが4校です。これで現役の懸賞金ランキングは1位シャンクスの40億、2位黒ひげの39億、3位ミホークの35億、4位バギーの31億、5位ルフィローキッドの30億となっています。逃げてばかりと印象の黒ひげですが、かなりの額がアップしていたようです。話を戻しましょう。ハンコックによって石化された海軍と黒ひげ海賊団、一発で大人数を石化できるハンコックの能力は確かに強力で、黒ひげが欲しがるのも頷けます。さらにハンコックは自分を殺せば石化は戻らないと死の宣告を突きつける。これが1059話の話数の語呂合わせ9つ目、宣告。宣告でしょう。これにより戦局は文字通り硬直。ここで黒ひげはコビーにロッキーポート事件について話します。黒ひげはコビーのおかげで元ロックス海賊団の王直を倒し、海賊島蜂の巣を手に入れたと言います。ロッキーポート事件とはどんな事件でしょうか。その事件の首謀者はトラファルガー・ローです。さらにローは七部会に入るために海賊の心臓を海軍に100個届けています。そんなロッキーポート事件で市民を守った英雄がコビーです。この謎の事件を読み解くにはゴッドバレー事件がヒントでしょうか。ゴッドバレー事件で英雄になったガープとロッキーポート事件で英雄になったコビーです。つまりローとコビーはロジャーとガープのように手を組んでロックスの意志を継ぐ王直を倒したと。王直とは元ロックス海賊団です。となるとローが奪った海賊の心臓100個とは王直が率いていた海賊たちでしょうか。さらに黒ひげはここでコビーに世話になったと言っていますから、黒ひげはゴッドバレーでいう天竜人のポジション。おそらくローは心臓100個を集めるために王直 VS 黒ひげの戦いを裏で引き起こし、そしてコビーは市民を守るために仕方なくローと手を組んだと。そして数で劣勢だった黒ひげは漁夫の利で勝利し、海賊島蜂の巣を奪ったと。そんな感じでしょうか。とにかく硬直状態が続いているアマゾンリリー。そこへなんと冥王レイリーが登場。頂上戦争のシャンクスのようにその場を収めました。これはおそらく59話の扉絵で戦っていたモージとカバジの決闘を収めたリッチーと繋がっているでしょう。そして黒ひげの闇と冥王レイリー、さらに黒天使パシフィスタは1059話の語呂合わせ地獄を表しているでしょう。場面は現在に戻り、仁王ヶ島に芍薬も来ています。そんな芍薬は
先々代アマゾンリリー皇帝で元クジャ海賊団の船長だと判明しました。こちらは僕もその昔考察本で考えましたが、芍薬とは花の名前であり、クジャ海賊団は全員花の名前であることから10年前から多くの方が考察していました。そしてサンダーソニア曰く、新型パシフィスタは子供の頃のハンコックにそっくりだったと言います。確かにちびっこハンコックが激カワです。つまり新型パシフィスタとは元七部会の決闘因子とルナーリア族を掛け合わせたクローンなのでしょう。これは4話連続で繋がる黒の一つなぎです。1056話ではクロスギルド、1057話では黒ずみオロチ、1058話ではクロコダイルと黒足のサンジ、1059話ではクローンのパシフィスタと黒ひげ、黒と黒、連続黒ちゃんつながりが決まっています。そして黒といえばクロコダイルです。元七部会の決闘因子からクローンが作られているなら、クロコダイルの新型パシフィスタも登場するでしょう。となると、芍薬の秘密と同じように10年以上前から言われているクロコダイル女説の真相が判明するかもしれません。つまりクロコダイルに似た新型パシフィスタが登場した時、その子供がもしも少女だったなら、クロコダイル女説が成立判明するというわけです。もしもそうであればかなり面白い仕掛けでしょう。これが1059話の話数の語呂合わせ10個目、重国。重国でしょう。重国とは書物を同じ班で増刷すること、つまりクローンです。海軍フジトラはこの新型パシフィスタを作った SSG 科学班に信頼を寄せていましたが、どう考えてもこれは人権を無視した下道です。そしてこの新型パシフィスタセラフィムはもしかするとカイドウ版も存在するのでしょうか。カイドウもまた政府に捕まり実験をされていましたし、本編に子供時代も登場しています。もしもカイドウ版セラフィムがあれば、まさに1年前に考えたこの悪魔のような姿になるでしょう。一方さらになんと最後のコマではコビーが現在さらわれていることが判明。これが1059話の話数の語呂合わせ11個目、東国。東国でしょうか。コビーは黒ひげにさらわれたのでしょうか。なんとなく自分から黒ひげについていった気もしますが、以上です。続いてはいつものように次号1060話の展開を考える。その前に最終章全体の構造について考えましょう。僕の考察を長年見てくれた方はおそらく理解できるとは思いますが、最終章の構造はこのような複雑な多重構造になっていると考えます。こちらの多重構造はまた別の動画で考えましょう。1060話の話数の語呂合わせ予想一つ目はヒーロー。ヒーローというのはどうでしょうか。ここでの0は音引き扱いしました。1060話は60話と160話につながるでしょう。60話の扉絵ではリッチーが英雄のように描かれています。そして本編ではクリークがルフィに海賊王の器を問いかけています。またここ数話の話の流れは七部会撤廃後の話ですから、次はウィーブルが登場する確率も高いでしょう。ウィーブルとは自称白ひげの息子です。そんなウィーブルは2017年のトークショーで小田先生によると本当はイケメンだそうです。1060話の語呂合わせがもしもヒーローでウィーブルが登場するなら、ウィーブルが英雄になるエピソードが登場するかもしれません。1060話の話数の語呂合わせ予想2つ目は泥男。泥男というのはどうでしょうか。泥男といえばカリブーですから、カリブーが古代兵器の情報をクロコダイルに渡すのでしょうか。それともサニー号に密航しているのはキャロットではなく泥男カリブーかもしれません。1060話の話数の語呂合わせ予想3つ目はトリオ。トリオというのはどうでしょうか。ここでの6は漢字でリックと読むのでリです。トリオとは3人組ですから、再びクロスギルドの話でしょうか。1060話とつながるであろう160話ではバロックワークスが集結していますから、クロスギルドのメンバーたちが次の動きを見せるかもしれません。もしくは別の3人組が登場するのか。1060話の話数の語呂合わせ予想4つ目は天の群れ。天の群れというのはどうでしょうか。黒い天使新型パシフィスタの群れが空を飛んでいるのか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄によろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。